スカット。後輩が副業で会社機密を売ってた件、副業で2500万稼いでた。証拠は全て揃ってるんだが。これは会社機密を副業で販売していた後輩 SE に濡れ衣を着せられたセキュリティエンジニアの一致が10種類の改ざん不可能な証拠で完全論破し大逆転した話です。俺は35歳のセキュリティエンジニアで大手 SIR に勤めて10年目だ。情報セキュリティスペシャリストの資格も持っていて、会社ではセキュリティ設計やペネトレーションテストを担当している。お、エリートやん。当時俺は大手金融機関の自機関システム開発プロジェクトを担当していた。総額30億円のプロジェクトでセキュリティが最重要課題だった。30億円とか規模でかすぎ。そのプロジェクトに26歳の後輩 SE が補助担当として参加することになった。入社3年目で技術力はそこそこあるし野心的なやつだった。イッチさん、よろしくお願いします。一緒に頑張ろう。最初は普通に仕事をしていたんだが、ある日とんでもないことが起きた。外部からの不正アクセス未遂を検知したんだ。なんだこれは。すぐに調査を開始したところ、さらに驚愕の事実が判明した。競合他社がうちの設計思想と酷似したシステムを格安で顧客に提案していたんだ。マジかよ。情報漏洩。どういうことだ。説明しろ。申し訳ございません。すぐに調査いたします。情報漏洩があったのではないか。顧客が激怒して社内が大騒ぎになった。これはヤバいやつや。そして42歳の情報セキュリティ部長が動き出した。この部長は保身重視で政治力だけで出世したような男だった。〇〇くん、ちょっと来てくれたまえ。はい、何でしょうか。君のセキュリティ管理が甘かったんじゃないのか。でも私は規定通りに。規定通り。それで情報が漏れたんじゃないか。もしかして君が漏らしたんじゃないのか。そんなわけありません。私は絶対に漏らしていません。濡れ衣やんけ。しかし部長は俺を犯人扱いし始めた。そして後輩 SE までもが俺に便乗してきたんだ。実はイッチさんの管理少し甘いなと思ってました。お前アクセス権限の設定とかちょっと雑だったかなって。後輩ひどすぎやろ。ほら見ろ。やっぱり君の管理責任だ。こうして俺は完全に犯人扱いされることになった。結局俺だけが処分を受けることになった。君には始末書を書いてもらう。それと降格処分だ。給与も 20% 減額する。当然このプロジェクトからも外してもらう。はかわいそう。そして後輩 SE が俺の後任としてプロジェクトリーダーに昇格した。頑張ります。俺は社内で情報漏洩の犯人として扱われるようになった。胸くそ悪すぎる。でも俺は絶対に諦めなかった。俺はセキュリティエンジニアだ。真実を必ず暴いてやる。その意気やで。俺はその夜から独自の調査を開始した。セキュリティエンジニアとしての本領を発揮する時だ。まず社内の全セキュリティログを密かに収集した。ファイルアクセスログ、ネットワーク通信ログ、VPN ログ、メールサーバーログ、過去3ヶ月分だ。さすがセキュリティエンジニア。ログを徹底的に分析していく。これは不審な点を発見したんだ。後輩 SE のアカウントから深夜と休日に大量の機密ファイルにアクセスしている記録があった。深夜と休日に怪しい。しかもアクセス件数が200件以上だ。詳しく見てみるとファイルアクセスのパターンが不自然だった。一つのファイルを開いて数秒で次のファイルに移動している。これは明らかにコピー目的のアクセスだ。通常業務で必要ないファイルまで大量にアクセスしている。完全に怪しいやん。設計書、使用書、ソースコード、顧客情報、契約書、機密レベルの高いファイルばかりだ。特に金融系システムの設計書が多い。これらは億単位
の開発案件のノウハウだ。これは確信犯やな。さらにネットワーク通信ログを見ると、外部の怪しい IP アドレスへの大容量ファイル転送記録があった。転送されたファイルのサイズを見ると、1回あたり数百メガバイト、合計で数ギガバイトのデータが外部に流出している。正確には 7.2 ギガバイトだ。数ギガバイトってやばすぎ。転送は深夜帯に集中している。バレないように計算していたんだろう。この IP アドレスを調べてみると、東亜ノードと VPN 経由で匿名化されている。完全に怪しいやつや。さらにメールサーバーのログを解析した。後輩は暗号化された通信をしていたが、俺はセキュリティエンジニアだ。複合できる。かっこよすぎる。使われていた暗号化方式は AES256 だったが、鍵管理が甘かったから突破できた。複合してみると、設計書、ソースコード、顧客情報が外部のフリーメールアカウントに送信されていた。しかも週2回、3ヶ月間も定期的に送信している。これは完全にアウトやろ。そしてさらに驚愕の事実が判明した。後輩の会社支給 PC をリモートで調査すると、サイドビジネスというフォルダを発見した。会社支給の PC にこんな名前のフォルダを作るなんて、証拠隠滅する気が全くないということだ。バレないと思ってたんかな。副業フォルダ。フォルダの中には詳細な記録が残されていた。取引先企業の名前、連絡先、取引金額、販売した機密情報のリストまで全部だ。フォルダの中を見ると、ダークウェブの取引記録、仮想通貨ウォレット、顧客リスト、価格表が保存されていた。価格表には設計書50万円、ソースコード100万円、顧客情報300万円と書かれていた。しかも顧客リストには競合他社だけでなく、海外の怪しい企業名も並んでいた。中国系のテック企業が2社、ロシア系が1社。どう見ても産業スパイの取引先だ。国際的な犯罪案件。完全に産業スパイ案件。仮想通貨ウォレットの取引履歴を追跡すると、総額2500万円の受領記録があった。ビットコインで1800万円、モネロで700万円だ。ブロックチェーンで完全に追跡したから改ざんできない。さらに調査を進めると、もっと深刻な事実が判明した。競合他社だけでなく、中国やロシア系の怪しい企業にも会社機密を販売していたんだ。国際的な犯罪や。これは産業スパイレベルの犯罪だ。俺はこの証拠を完璧に集めることにした。証拠収集に数週間を費やした。改ざん不可能な証拠を徹底的に集めた。まずファイルアクセスログだ。後輩アカウントから機密ファイル200件以上にアクセス。すべてタイムスタンプ付きで改ざん不可能だ。次にネットワーク通信ログ。外部 IP アドレスへの大容量転送が30回以上。東亜経由、VPN 経由で匿名化していたが、俺のスキルで全て追跡できた。プロの仕事やな。3つ目は複合された暗号化メール。設計書、ソースコード、顧客情報が添付された。外部へのメール送信記録が全20通。メール本文には取引の詳細が記載されていた。今回の資料は特に価値が高いなどと書かれている。4つ目は会社支給 PC の副業フォルダ。取引記録、価格表、顧客リストが全て保存されている。5つ目は仮想通貨ウォレット記録。ビットコインとモネロで総額2500万円の受領記録。ブロックチェーンで追跡したから改ざん不可能だ。完璧すぎる。6つ目はダークウェブの取引サイト。後輩のアカウントを特定し、評価が5点満点中 4.8 点の有料売り手だった。取引件数は32件、購入者のレビューも多数。完全にプロの産業スパイとして活動していた。有料売り手って。7つ目は外部企業との契約書。競合3社と海外企業2社との秘密保持契約書。
実質的には会社機密販売契約だ。8つ目は顧客企業の証言。俺は直接顧客企業に連絡を取り、競合他社から似たような設計の提案を受けた証言を取った。9つ目は警察サイバー犯罪課との連携。すべての証拠を提出し、内偵捜査を依頼した。警察は産業スパイ、不正競争防止法違反で後輩の捜査を開始していた。警察まで動いてる。そして10個目、弁護士と公認会計士の意見書だ。サイバーセキュリティ専門の弁護士に相談し、不正競争防止法違反、営業秘密侵害、背任罪、会社に数十億円の損害という意見書を作成してもらった。これで10種類の改ざん不可能な証拠が揃った。完璧な包囲網や。すべての証拠を PDF にまとめて社長と法務部長に直接送付する。証拠送付から3日後、緊急役員会議が招集された。社長、前役員、監査役、顧問弁護士、そして警察サイバー犯罪課の刑事まで出席していた。警察まで？もちろん部長と後輩 SE も呼び出されていた。本日は重大な案件について審議する。〇〇くん、証拠を提示してくれたまえ。はい、それでは10種類の改ざん不可能な証拠を提示します。1つ目はファイルアクセスログです。後輩 SE のアカウントから機密ファイル200件以上に深夜と休日にアクセスした記録があります。すべてタイムスタンプ付きで改ざん不可能です。それは業務で必要だったから。深夜2時や休日に業務ですか？しかもあなたが担当していないプロジェクトのファイルばかりです。それは言い訳が苦しい。2つ目はネットワーク通信ログです。外部 IP アドレスへの大容量ファイル転送が30回以上、TOR と VPN で匿名化していましたが、全て追跡しました。捏造だ。そんなことしてない。サーバーログは改ざん不可能です。3つ目は複合された暗号化メールです。設計書、ソースコード、顧客情報が添付された外部への送信メールが全に10通あります。これは。4つ目は会社支給 PC の副業フォルダです。サイドビジネスという名前のフォルダに取引記録、価格表、顧客リストが保存されていました。勝手に俺の PC を調べたのか。会社支給の PC です。調査する権限があります。セキュリティエンジニアとして正当な調査だ。論破。5つ目は仮想通貨ウォレット記録です。ビットコインとモネロで総額2500万円の受領記録、ブロックチェーンで追跡したので改ざん不可能です。2500万それは副業の収入で。円。2500万。6つ目はダークウェブの取引サイトです。後輩のアカウントを特定しました。評価は5点満点中 4.8 点の有料売り手でした。7つ目は外部企業との契約書です。競合3社と海外企業2社との契約書があります。中国とロシア系の企業も含まれています。国際的な産業スパイだと。8つ目は顧客企業の証言です。競合他社からうちと酷似した設計の提案を格安で受けた証言を取りました。9つ目は警察サイバー犯罪課との連携です。警察です。すでに3ヶ月前から内偵捜査を言っていました。自宅からも証拠を押収済みです。警察まで巻き込んでる。そして10個目、弁護士と公認会計士の意見書です。不正競争防止法違反、営業秘密侵害、背任罪、会社には数十億円の損害が発生しています。数十億円だと。以上、10種類の改ざん不可能な証拠です。待ってくれ。これは全部誤解だ。ではサーバーログと仮想通貨ウォレットの2500万円を説明していただけますか？それは説明できないのか。すべて事実です。お前まさか本当に金が欲しかったんです。副業で稼げると思って会社機密を売ってしまいました。最低すぎる。会社を顧客を国家機密レベルの情報を売った。しかも濡れ衣まで着せて丸々くんを
陥れた許されることではない。特告懲戒解雇とする。損害賠償として50億円を請求する。50億円。どんな金額？それと不正競争防止法違反、営業秘密侵害罪、背任罪で刑事告訴いたします。これより逮捕します。そんな。こうして後輩 SE は変更されていった。その後顧客企業からの民事訴訟で30億円の損害賠償請求。 IT 業界永久追放。再就職絶望的。当然の結果だわ。自己破産確定で一生借金返済の人生。2500万円じゃ足りてんやろな。ニュースでも匿名報道され家族も崩壊した。完全に人生終了やな。一方部長は管理責任を問われて降格。給与 20% 減額の上2年後に退職勧奨で退職した。因果を起こるやな。〇〇くん、君の活躍に心から感謝している。君がいなければ会社は取り返しのつかない損害を受けていた。ありがとうございます。まず降格処分を取り消す。それから君を部長に昇進させる。部長に2階級特進ですか？年収の300万円アップする。それと特別報奨金として1000万円を支給する。1000万円もすごすぎる。そしてセキュリティ部門の責任者に就任してもらう。ありがとうございます。精一杯頑張ります。顧客企業からの感謝状をいただき、プロジェクトの継続も決定した。業界でのセキュリティ専門家として名声を獲得し、情報セキュリティ学会で講演依頼も来るようになった。ここもすごすぎる。あれから1年が経った。後輩は裁判で実刑判決を受けた。懲役5年。執行猶予なしだ。出所後の再就職は絶望的で、一生かけても返済できない借金を背負うことになった。自業自得やな。一方、俺は副役員候補に指名された。セキュリティエンジニアとして会社の情報セキュリティを守り続けている。一致をつ。最後まで読んでくれてありがとう。証拠は嘘をつかない。ログが全てを語るんだ。一致をつ。超スカッとした。グッジョブ。また投稿してな。